はい、今日も可愛いゆかりんですよ。今回は前回に言っていた SCW を使いますよ。市長においっす、高宮で。今回はこの強武器を使って敵の奥に潜り込んで後方をめちゃくちゃにしてやろうと思ってます。ビーコンを持ってる突撃兵を選ばずに偵察兵を選んだんやな。理由としては簡単で SCW の効果力で先打ちして敵の顔を歪ませたいからですね。モーションセンサーを置いて肩待ちしてから敵さんを顔真っ赤にできるかなと思ってます。ゆかりんの性格が終わってるわ。前から陰キャ戦法大好きやったもんな。ここにクレイモア置いておくと案外踏んでくれるのでおすすめですよ。ちなダメ取りのためこの動画は拡散値の情報修正アップデート前の動画になります。動画作成する時間あったやろ。何してたんや。武器のマスタリアーズに勤しんでました。アタッチメント解放が辛いんじゃけどおかげさまで全武器のアタッチメント解放できたのでどの武器でもバッチコイですよ。豆知識やけどアタッチメントはマスタリー40まで上げると1000解放できるで。もう毎日3時間ひたすらボットを打つ作業で精神が死んで動画作成の体力なくなったんですよね。特に SR と HG がマジで苦行でした。マスタリアがしてる時のゆかりん目が死んでたもんな。もうやりたくないと思いました。運営さんアタッチメントは200キルで全解放とかにしてください。しんどすぎる。ヘビーユーザーなゆかりんでもしんどいと思うレベルだし、ライト勢はもっと苦痛やろうし、もうちょい会員化してもええと思うわ。せっかく良いゲームなのに細部で惜しいんですよね。マジであと少しなのにね。おっと敵さんこんにちは。クソ系押し付けに来ました。バス中いたのね。さすがにイノシシみたいに突っ込みすぎましたかね。さて湧き直しましたよと。順調に前線ができてますね。どうやって奥に行くかが問題ですけども C より奥に行くのがむずいんでやっぱ突撃兵の方が良かったかな。ビーコンの選択肢を取り上げられた偵察兵って難しいよな。あったら逆に突撃兵の使用価値がなくなるからそれでもいいんですけども実際突撃兵に価値が他と比べて少ない状態ですしね。偵察兵の UAV がしっかり稼働するようになってからは偵察兵の価値も増えたしな。市長民はどう思います？今の陛下バランスゆかりん的にはちょうど良い状態だと思うんですけど、まあ陛下のバランスより武器のバランスをもうちょい考えてくれっていう意見はそれなってなりますけど SCW を筆頭に SMG の拡散値の少なさが悪さしすぎてるとは思いますけど今回のアップデで全体的に拡散値の修正入ったんやろ。全体にバフしたせいで SOR とか AK205 に KTS100MK8 とかの遠距離得意な武器が軒並み不遇枠ですよ。当たるのが売りだったのが全部当たるなら TTK なり BTK 早い武器でええわなってなるってことか。多分一番かわいそうなのベル 85A さんじゃないですかね。前からどっちつかすだったのにさらに周りが強くなってどうカスタムしても他武器の劣化になってますしバランス考えるのって難しい点は理解してるので今後個別強化してあげてください。けどダメージとか RPM を変えるのだけはやめてほしいな。 TTK 表の更新面倒なんじゃ。なんやそれ。面倒でも見てくれてる人おるんやしっかりやれや。ゆかりんが BF6 を続ける限りは TTK 表の更新していくつもりでいるのでこれからもよしなに。以前から言ってるけど追加してほしい機能とかあったらコメントなりで教えてな。追加するかもよし。あっね、そこから敵出てくると思ってなかったから焦ったわ。蘇生をしたんで蘇生されてますね。味方さんがファーストペンギンしてくれてるのでついて1個味方が盾になってくれるかも。スポットアシスト入ったからブチキルしてくれたようやな。できればミリで倒れてくれたらゆかりんのイージーキルになったんだけどな。がめついことでキルが多い方がいいですやん。あと前線がぐちゃぐちゃになってますね。敵さんの爪が強くて地拠点包囲状態になっちゃった。まあゆかりんはキルがめっちゃ取れるなら何も言うことないんですけどね。そういう割にはずっと同じ場所で定点してるやん。もっと敵拠点に行ったらどうや。強ポジだしどうせ待ってたら敵さんから来てくれるしここで待ってる方がよくねってなってるんですもん。街の方が強いのはいつの時代でもそうですし。ちょいここカットするな。補修してただけやし。補充終了。戦況も DE 拠点を取り返して C 付近が前線になりそうなので今のうちに前に行きます。この場所がゆかりん的にお気に入り。基本的にさっき言ったゆかりんの場所が人気なんで無視されやすいので背中取りやすいのね。要は戦車の近くにいるのか一度ここをキャンプ地にして戦車がどっか行ったら A 拠点に行きたいところ。敵さんが登ってくるようやな。いらっしゃい。足元でバッチシ分かってましたよ。2人目は聞いてない。あっねジャンプ1で運よく助かった。 TTK 早いからゴリ押ししたとも言えるけどな。モーションセンサーで下いるの確定なんで降りて背中打ってあげの。今のゆかりんのキルじゃないのね。後ろの味方さんに取られちゃった。アシストが入ったしまあ今回はどんないってことでええやろ。ですかね。前みたいに確定キルアシスト復活してくれるならあれですけどキル数で動画化するか決めてるのでアシストは運なんじゃ。弾薬補充も兼ねてしたいから追いはぎしましょう。あとは少し待ってたらしいか A とか B から湧いてきた人が無警戒に走ってくれるはず。出た陰キャ戦闘コートショーでも使ってるわ。弱い人こそ偵察兵で陰キャ戦法してほしい。めっちゃ刺されたら弱いゆかりんが保証しちゃう。強い人でも背中打たれたり先打ちされたら負けちゃうので TTK が早いゲームあるあるやな。戦い方次第で下克上できるの。敵さんまだかな。
どうせここ通るでしょ。同じ行為をするのなら、レーザーは位置が発覚する可能性があるから消した方がええな。はい、お疲れ様です。可愛い背中をどうもありがとう。下にもいるから、これも美味しくいただきますよ。敵さんをイージーキルできる人類悪の邪法こと陰キャ戦法やね。みんなも真似してみてね。怒られても知らないけども、真正面から制圧できる王道なんて強者がやるから強いのであって、弱者がやってもカモにされるだけだからね。弱者は弱者なりの戦い方で BF プレイヤーを闇落ちさせて怖がらせてやりましょうね。味方さんがここまで侵入してきてるので、ゆかりんは A 拠点でも鳴らしましょうかね。やべえ、敵さんおるじゃん。けどこのクソ武器を持っているゆかりんに勝てるかな。一度視線を大きく動かしてジャンプからの伏せては BF にあるまじく COD の戦い方やね。今の戦い方、ジャンプまではいいけど伏せまで入れると射撃が止まるのか。2人目が大きくエイムを外してくれたから勝てたものの、強いとは言えないですね。最近戦い方が雑になってるから一度強制しないといけないですよ。ジャンプ1の癖直さないと勝てるものも勝てなくなるし、さっきの戦闘で横槍入れてきた人来るかなって思って待ってたけど来ないんで A 拠点取っちゃおう。味方も続々と来てくれてるな。B 拠点取ってから来てくれてるようやね。おっと、敵さん、バレてるよん。スポットで位置情報共有大事。味方さんナイス。偵察兵らしく C 拠点から来る人警戒しよう。敵拠点は味方さん見てるし、やっぱ来たか。距離が離れてるし、スポットだけして情報共有して縦になってもらおう。敵兵器も近くにいるようや。補給中やろうか。マップ見てる感じ、遠くに行ってるので無視で良さげかな。これは裏取り大成功ですわ。なんなら拠点全制圧、一歩手前になってる。敵さん B 拠点取ってくれてよかった。全制圧されると試合終了。来ちゃうから同化ができなくなっちゃう。鉄作先輩、迫真の中弾防御で2発しか当たらんかったな。あっつい、燃焼グレポンはエグすぎ。ゆかりんがまんまと焼かれたように、追い打ち対策に燃焼グレポンは有効やね。畜生、あそこで燃焼グレポンとか危うく死ぬところだったんですけど、まず体力回復しておかないと戦えないから隠れとこ。ちゃんと落ち着いて敵の情報を取るゆかりんは知的だね。褒めても良いんですよ。翻訳すると返り討ちされたら恥ずかしいやね。スポットで位置が分かったんで、味方をおとりに横やりでキルしちゃおう。味方倒して油断してるところにこんにちは。おっと2人目は気がつかなかった。この追いかけてきたらクレイモアでドカン先方案外引っかかる人いるんでおぬぬね。当たり判定がシビアやから信用は禁物やで。追いかけすに待ってたの偉いけど、この火力には勝てないんよな。強武器で生きるゆかりんはここで見れるね。恥ずかしいね。味方さんお待たせしました。ちゃんと蘇生してあげるからね。待ってて偉い。やばい、敵が近くにいる。ギリギリ蘇生間に合ったな。やけど蘇生したばっかの味方をおとりにする気満々やったやろ。おえ、何のことかわかんないな。ゆかりんが今日も可愛いね。つまらんこと言ってたらガバエイムで返り討つと。返り討ちされて湧き直したけど、A 拠点に大量に人傷んで B 拠点に逃げてきました。これ真正面から言っても返り討ちにされるだけ足しに書いてっちゃおう。味方さんも2人湧いてくれたし B 拠点の取り返しもできそうやな。ああ、味方さん、ご正直に正面から行くから。まあおかげでゆかりんの横槍が刺さるんでマジで感謝。木で面しもう。せっかくのチャンスが B や裏から来られる可能性高いし、モーションセンサー置いて警戒しましょう。なんならクレイモアも置いちゃう。ゆかりんは階段にクレイモア置いてるけど、当たり判定が正直するのかうまく起動しない時もあるから要注意やで。ブリッジ2機は死んでどうぞ。けどこれでかなり前のため取りかってバレちゃった。大体20日程度寝かせた動画やっけな。ゆかりんの編集が遅いのが悪いね。ボイスロイト実況で編集早い人のやり方を聞きたい。稚拙なゆかりんの動画でも1週間かかるんやが、投稿頻度高めで編集難度高めの動画出してる人の頭の中を覗いてみたいです。編集技術にトークスキルと今投稿している人たちの凄さを自分で編集してると改めて尊敬しますね。ゆかりんには到底到達できない領域ですわ。ゆかりんも頑張って投稿しとるから稚拙でも許してやってな。モーションセンサーでマップに映ってる。やはりモーションセンサーは偉大なり。味方に偵察兵がおったらマップを見てみてな。案外映ってて有利になるし。おっほ、このトリプルキルが美味しすぎて脳汁ドラドラですわ。マクロキルでもああやって大量キル取れるとやっぱ BF って楽しい。でも見てる人で BF 持ってない人おらんと思うけど、もし持ってないならやってみてな。 FPS 初心者でも楽しくプレイできるゲーム性なんでマジでおすすめです。少人数の SPS より責任感がないから何やっても許されるのが BF やからな。 AED 構えて蘇生中して味方と一体感を得るもよし、 SR で上遠距離もプレイもよしと、このお祭りをみんなで楽しみましょう。くっそ油断してた。諦めずに B 拠点を攻めにせ。やっぱ回路包囲戦って歩兵にとっていっちゃん楽しい場所だと思うんですけどどうです？ SG に出会いやすいから嫌いとかの意見ありそうですけど、プレイスタイルって好きなマップとか変わりそうやもんな。今作の両マップだと思ってるんですよね。兵器もあるし歩兵戦も楽しみやすいのでめちゃくちゃバランスの良いマップじゃないって思ってます。ラッシュとかブレイクスルーとかの違うゲームモードだとまた変わりそうやけどな。それはありそう。ゆかりんはコンクエストとエスカレーションみたいしないので他ゲームモードだと面白いマップありそう。マップ的にはブレイクスルーを前提に作られてたマップと思えるマップあるしな。クソマップが他ゲームモードだと両マップになるのでしょうかね。そしてそんな話してたらやっと B 拠点を取れるかな。拠点取らずに怒られるのも嫌なんで拠点入ろっと。やっと拠点取るのを味方に任せて今日ポチでうろうろするのやめたか。けどここ拠点取ろうと思うと周りから撃たれるから怖いんよな。敵さ
さん、残念。B 拠点はゆかりんたちのものですよ。けど、敵さんも結構来てる感じですね。そら敵さん、C 拠点以外取れてないからな。G 拠点近くの拠点は狙われやすいやろ。ブーはマップに C 拠点から湧いたか。来たとやろう。敵さんめっちゃ映ってる。おっと、蘇生は許さないよ。蘇生された人はキル取れたけど、援護兵は取り逃がしたな。正面からなんていかずに横から行くのがゆかりんスタイル。可愛い横からアサス。フリーキルうまうま。味方さんが湧いてくれるまで拠点取らずに耐久しよう。全滅すると面倒ですしね。スキルもなくなるんだってな。そんなこと言ってたら湧いてくれはったな。味方さんはいればいるほどゆかりんが死ににくくなりますからね。ここでまさかの全拠点占拠になっちゃった。またキル数伸びてないからもう少し敵さん粘ってもろて。ゆかりんの個人的考えて応援される敵さんに同調するわ。せめて30キルはしないと同化にならないんじゃ。敵さん探しに行きましょう。拠点で待つより行った方が良さげだし。ちな、9分56秒あたりから敵の付近に隠れてるで。後でゆかりんにキルされるけど暇なら一時停止して探してみ。まあ撮影時のゆかりんは隠れてる敵さんに全く気がつかずにスルーしてますけどね。このシーンあたりにも敵さん映ってますね。今のシーンはレーザーで分かりやすかったやろうね。ゆかりんはまた気がついてないけどしょうがないね。違和感なくそこにいたし言われないと意識してみない場所ですし。敵さん A 拠点を取りましたけど辛そう。包囲状態で押し込められてるしどうしましょうかね。 A 拠点行ったらまた全拠点占拠で試合終了しちゃうしな。歩兵戦車来ちゃった。対抗できないし逃げよっと。ゆかりん公平じゃないしな。これはしょうがないね。行ってこっち狙うんじゃないよ。おっと、まだゆかりんは敵に気がついていないようや。この時味方が死んだの拠点からのロングでやられたって思ってました。だけどマップ見てたら近くに敵が映ってやっとゆかりんは気がつきました。マップに映ってるマークで自分の高さから見て上下もわかる仕様を理解してると幸せになるで。ひし形の敵マークに三角の頂点が上に向いていれば自分より上にいて逆なら自分より下にいるって意味ですね。正解はここですね。グリッチで登ったのかわかりませんけどこれは気がつけないです。繰り返し言うけどこの動画はドローングリッチ修正前の動画やからな。今はもういけんと思うわ。エイムからで笑いね。けど修正されても高速道路に登ってる人見かけたからまだいけるんでしょうね。よしよし、キル取れたなら何も問題ないね。右から足音してる。これは来るかな。モーションセンサーにも引っかかったし夜の確定やね。今敵さんも2回と思ってたんでしょうね。ドンマイ。モーションセンサーはやっぱ強いカセットやな。ああ、キル取り逃がしてしまった。グレあったら倒せたな。もったいない。もう少し気がつくのが早ければ顔出さないかな。ほらおいで、怖くないよ。まあ敵さんもやすやす顔出さないでしょ。それもそっか。いいや諦めよ。A 拠点から攻めてくる人いるだろうしね。最前線に俺の本物じゃないんで動こうかな。前線よりもさらに奥に行った方が油断してくれてること多いし。動いてないと動画として見栄えもせんからそうしてくれ。ついでに B 拠点取っちゃおう。ポイントだけでももらっておかないとこれで拠点取らずにキル中してたと言えなくなったね。ちゃんとお仕事してますよ感出たでしょ。してますよ感じゃなくてしてくれ。コンクエストでは歩兵は拠点を取るのが仕事や。お仕事の拠点ダッシュしたし、あとは奪還しに来る人を横から攻撃するだけ。2階から裏取れるのマジでここ戦略性あって構造的に本当に好き。モーションセンサー置いて食パンダッシュの警戒しちゃう。ゆかりんうん知的褒めていいのよ。食パンダッシュは角でぶつかる少女漫画の定番やね。オタクだね。誇らしいね。マップに映ったね。背中から撃っちゃうように足元を消して裏取りできた時がいっちゃん気持ち急い。ダブルキルゴチ。まだいるかな。拠点近いし寄ると思うんだけどな。やっぱいた。お疲れ様です。近距離最強の武器に駆使でけ。この後警戒だけしてあっさり歩兵戦車になぶられただけやったからカットするな。戦車に流れたけど諦めず後方を脅かしましょうね。少し距離離れるとやっぱ少し火力不足が感じるな。それでもこの距離程度なら普通にやれちゃう SCW 君は優秀だね。相手に使われたら切れそうになりますけどもマップを見ると近くに戦車いるな。せっかく偵察兵ですし C4 爆破でもチャレンジしてみますかね。その前にあなたはリスポン画面にお帰り。よーしこれで戦車に近づける。あおい敵さんが横にいるぞ。アップねえ。戦車に夢中で完全に見落としてた。銃声も出てたのに飛び出すのは不注意すぎるで。 C4 チャレンジ決まるかな。くっそちょい距離が足りなかった。けどこれだけ周りに味方がいるならサイドいけるでしょ。ラッキー。死にかけやさっす。美味しくいただいちゃうもんね。公平の RPG のおかげで一発外したけど無事キルできたな。うまうま RPG で破壊するより気持ちいいのなんでだろうね。おっと隠れた敵さん。くれてもどうぞ。忘れても詰めちゃうもん。なんせ今回は SCW 持ってるからね。うまいことプレが決まったな。おっと敵戦車2回目は聞いてないな。対抗策の C4 に見切れ中なんですが公平2機頑張れ。応援だけして隠れておこう。無念にも公平は敵さんにやられたけど戦車後ろに下がってくれたな。よしここまで来てしまえば戦車も攻撃しにくいだろうし随分歩兵でも借りますかね。ちょいこっちに撃ってきたけどまあ切るまではでけんかったな。敵さんどんまい。あかねちゃんはどっちの味方なんですかね。もちろん貴重民はゆかりんの味方だよね。ねあら敵戦車結構後ろに下がったようですね。なら今のうちに移動しちゃおう。待って中から弾出ない。待ってリロードキーを誤爆して無事ブ様を晒したゆかりんにザマーと言っておくわ。ああ恥ずかしい。
恥ずかしい箇所晒したけど、ゆかりんは今日も可愛いです。いい拠点ずっと敵さんに取られて鬱陶しいので、さすがにゆかりんも加勢しに来ました。取りにかした敵さんどこに隠れたのかな。隠れると来ないでしょ。いたいた。この強武器には勝てんよ。自拠点にお帰り。リーンしてしっかり対応してても、残念。近距離の火力最強には無駄よん。敵さん、もう味方に相当されてたか。ゆかりんが来なくてもよかった感じですね。拠点周りにはまだ敵がいる感じだし、油断は禁物屋で、さっきのリロード誤爆のようにな。それは言わないで。ゆかりんが一番恥ずかしいと思ってるのに。味方さん、こんにちは。角でお二人仲良しですね。銃声で、マップに敵さん映ってる。これはいかないと、最後までキル数は伸ばしたい。お二人いたのね。すぐに隠れて触れて牽制して近づいてしまおう。これは、儚くも、トラックの荷台の骨組みに引っかかったな。アシストってことは、全員倒れたのかな。一応、周辺にビーコンがないか確認しておこう。ビーコンでスパムされたら面倒ですしね。確認してたけど、特に見当たらんかったからちょいカット。地形数も少ないですけど、前線に向かってダッシュ中。敵さん甘い。この武器に立ち向かうなんて、二人目は無理だね。ナイフからの後出しで勝てるのマジでぶっ壊れてると再確認できる良いシーンだね。書き直したら敵地形数9とこれは完全に勝利確定ですね。ここから逆転は無理でしょうし、結果的に一方的な試合みたいにはなっちゃいましたが、試合自体は楽しかったですね。感想を述べてたら、無事ゆかりん側陣営の勝利で試合終了。ちゃんと終わりの挨拶の GG を送って戦績の確認に行きましょうかね。ここチャットで FF って送ろうとしてるの草なんや。タイプミスはみんなすること。送らなければもう何体。まあ分かってましたけど、トップ分隊じゃないですね。分隊行動もしてませんでしたし。まあ次はトップ分隊になれるとな。ソロだと相当難しいやろうけどですね。一人で取るものではないですしね。戦績は36キル6です。1340スコアでした。じゃ試合も終わったし、カスタムの紹介に移ろうか。はい、カスタム紹介のお時間ですよ。真似するのであれば各自一時停止してくださいね。カスタム紹介中は少し黙っておくな。カスタムのコンセプトとか雑談再開しましょうかね。まずはカスタムのコンセプトからやな。まあ明確に近距離強いのでそれを特化しました。10円以内 0.15 秒3発キルでバクった火力を最大限活かした感じです。サプレッサーつけて裏取り特化での土下げではあったんですが、ブルーレーザーつけて腰打ちとモビリティ上げを優先しました。対面に絶対打ち勝つコンセプトにしたかったのですよね。サプレッサーにしたいならブルーレーザーを外してスタンダードサプレッサーとレッドかグリーンレーザーに変えるとええで。あとはサプレッサーと拡張バレルとバックキャッチでもいいですね。こう思うといっぱいカスタムが出てきて悩みますが、ゆかりんが最近は最後に言ったサプレッサー、拡張バレル、拡張マグ、バックキャッチサイトにしてますね。今回紹介してるカスタムじゃないんかい。サプレッサーで温熱からの裏取りが気持ちよくて背中からキルが美味しいんじゃ。一度経験するとやめられなくなっちゃった。正々堂々戦わない人類悪とはゆかりんのことよね。散々言われてゆかりんは悲しいのでコメ変身とかに移るなし。前回の TR7 の動画からお相手カットばっかりさ。アメリカサーバーに行くと結構カット勢多いんですよね。逆に PC 勢が少ないですね。だいたい PC3 割カット7割ですね。ジャンプ打ち BF4 とかまで強かったんだけどな。ですね。ロッカーとかでぴょんぴょんしてた思い出あります。てかにダイヤクルキリット SCW のことですね。それが気がついたら死んでるもん。はよ着体かけてくれと思いますわ。アドレナリンとナイフで巨根間移動すると気分にいいぞい。これな、夢壊すようで申し訳ないけどアドレナリンナイフ値だと移動速度アップ効果消えるんよな。10年前でモビリティと ABS 速度とかがメカに見えて結構使える。ほえ、シューマグとか誰が使うんだと思ってたんですけど使えるんですね。一度試してみよう。EA 君、マップクソ狭いのにピークでぎっしり積み込むのやめてね。特に新マップが顕著ですよね。兵器多すぎて公平を強制されますし。コメント返信はここまでにしておこうか。尺も長くなりましたしね。いくらでもコメント残してくださいね。ついでによければチャンネル登録もお願いします。武器のリクエストも受け付けてるし使ってほしいのあれば教えてな。次回は SGX の予定です。言いたいことも言い終わったし締めの挨拶としようか。チャンネル登録、高評価、ニコ動ならいいね、フォローとモチベに関わるのでぜひお願いします。もちろんコメントを残してくれたらより嬉しいぞ。質問でも雑談でもなんでもええで。それじゃまた次回の動画で会いましょう。バイバイ。じゃあのさようなら。動画を見てくれてあざます。他の動画とかも見てくれても良いんですよ。見てくれたらゆかりんがめっちゃ喜ぶんでぜひよしなにコメントもどしどしよこしてね。罵倒だけはやめてね。ゆかりん泣いちゃうから。